この映像は2025年11月17日にアメリカ・シカゴで発生した暴力事件の一幕を捉えたものです。幼い少年とその母親を取り囲み罵声を浴びせる約20人の小学生。クソ野郎をボコボコにしろ。一人の少年のその言葉を皮切りに子供たちは一斉に親子に襲いかかりました。子供たちは地域社会が抱える重大な欠陥によってボートも同然となってしまったのです。少年とその母親を取り囲み数十人で暴行を加える子供たち。小学生でさえボートと化してしまうその地域が抱える闇とは。道徳を知らない子供たちは僕らが想像するよりもずっと残酷なんです。大沢すけちゃんです。宮みこです。というわけで、やみこさん、はい僕ね、先日ね、東京農業大学で、はい起業家養成講座の授業が、そのね、臨時講師でね、呼んでいただいて、あら講義させていただいたんですけど、はいはいはい僕、大学生の時ってね、正直単位取れればいいやつ、授業適当に聞いてたんで、うん多分普通に授業したら寝られるし、別になんか縁もゆかりもないし、うんもうなんかぶち上げちゃおうと思って。うんで、講義中ね、東京農業大学のね、関係者の人がいないから、もう好き放題やっちゃおうと思って、生徒しかいなかったわけよ。あ、そうなの？そう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 へえ、珍しいわね。なんか、うんそのゼミの先生とかいそうだけそう、どね。なんか監視みたいな感じでいそうじゃん、うんでいねえから、そんな授業あるんだ。 90分だけど5分ぐらいでやべいねえわこれいけるわと思って、うんめっちゃフランクに授業してたら、うんなんかもうめちゃくちゃ受けて、うん最後の質問の時間も足りず授業後にね生徒たちから追加で質問来てくれてそう、もうなんか、うん金八先生の喜び覚えちゃったな。いやそうだから嬉しいよね。ただこれ気をつけないといけないのは、はいはい講義っていうのは特定の分野の知識とかがある人がさ、うんまあ半ば交通項、まあ、うんもしくはコミュニケーションしながら相互でやるにしても、うん全能感みたいなのを感じやすいなと思って。ほんほんほんそう、つまり自分が知ってる領域をさ偉そうに語っちゃうわけじゃないですか、だからこのあたりね講師として呼んでいただくのすごい嬉しいんですけど、うんだから改めて勘違いしちゃいけないなと思いましたね。まあでもなんか授業もね、うんそれぞれ目的があるじゃない。そうやってうんあなたが多分今回さ呼んだ人がしてほしかったのって、うん多分生徒たちをモチベートするというか、そうだね行動する方向に向けるっていうのが目的で、かといって知識を正確に伝えるみたいな目的もあるわけで、なんかあなたのやったことっていうのは別にすごいいいことだったんじゃない？もうびっくりしてディスの方向かと思ったから今まあ正直ねお金のためとかじゃないし、なんか学生のためのやつは結構引き受けようとか思ってたんで言ってよかった。なんかあと自分も整理されるわ思考が、あなんで起業したんだっけとか、うんなんで YouTube 始めたんだっけとかさ、うんなんで C シャバー作ったんだっけみたいなところ、そうなんかすごいさみんな興味持ってくれてて、だから本当にねなんかいい時間になったなっていうところでちょっとね YouTube 経由ではございますが、改めてね東京農業大学のね生徒の皆さんとね関係者の方々本当にありがとうございます。あと授業終わりにね関係者の方から南部美人という日本酒をねいただきまして、ちょっとねシュメルで美味しく飲まさせていただきます。ありがとうございました。今回はアメリカシカゴで発生した集団暴行事件をご紹介します。幼い少年とその母親が数十人の小学生に取り囲まれて襲われるという非常に衝撃的な事件なんです。とんでもない事件じゃない。なんか子供の喧嘩って言われたらまだなんか分かる範疇かもしれないけどさ、母親まで巻き込まれてるんでしょ、うんどういうこと言った？まあ、この地域のね小学生にとっては暴力っていうのがそれほど当たり前になってしまったんです。そして親子が暴力を振るわれたきっかけ、実は母親にあったんです。彼女は人と少し違う特徴を持っていたため標的にされてしまったんです。嘲笑の的。2025年11月17日、アメリカ・イリノイ州シカゴ、午後3時頃、ベンズリー通り南16番地の付近を一組の親子が歩いていました。母親の名はコルシャウンダ・ハッターさん。彼女は9歳の息子ケイレブ君と6歳の娘を連れて近隣のオービル・ティーブライト小学校から帰宅するところでした。その最中、 Come on, boy! Shamar looking at! Shamar! Come in! What you want, Shamar, folk? Shamar, folk, what you want, Shamar? Shamar looking at! ケイレブ君に向かいしきりにシャマールと口にする少年たち。シャマールというのはシカゴで人気のインフルエンサーシャマール・マッコイのこと。同性愛者であることを公言している人物でした。ケイレブ君は同性愛者ではありませんが、少年たちは差別的な意味合いで彼をそう呼んでいたのです。そして実のところケイレブ君が標的にされてしまった原因は母親のコルシャウンダさんにありました。Ma!
Look at them ankles, boy. Shamar looking at. 84, don't touch my brother foot. Right, don't touch me. Oh, hell no, those ankles ashy as fuck. Look at them bitches, Greg. Crackhead. 足を見てみろ、ひび割れてるぞなどと言いながらコルシャウンダさんの足元を何度となく動画に撮ろうとする少年。彼らは約2年前からコルシャウンダさんのある身体的特徴を嘲笑し続けていたのです。時は2年前まで遡り、ケイレブ君が7歳の頃、年上の少年たちがこう言って彼に突っかかってくるようになりました。お前の母親気持ち悪いな。ケイレブ君の母コルシャウンダさんは釜状赤血球症という病気を患っており、歩き方や話し方が人と少し違っていました。少年たちはその特徴に目をつけ、息子のケイレブ君をからかうようになったのです。釜状赤血球症ってなかなか馴染みのないさ病気だけどさ、歩き方とか話し方に影響が出ちゃうってのはもう見た目の上ですごい差別を受ける可能性が高いっていうのは大変よね。この病気はね、主にアフリカ人だったりアメリカ系アフリカ人に発症する病気とされてるんです。なので日本人にはね、あまり馴染みがないということで、本日のメトラキーワード、釜状赤血球症について。釜状赤血球症とは、赤血球内にヘモグロビンを生み出している遺伝子の変異によって起こる病気。患者の7割がアフリカに集中しており、コルシャウンダさんのようなアフリカ系アメリカ人にも発症する例があります。この病気の人は、ヘモグロビン同士の結晶化によって、赤血球が鎌のような形に変形してしまいます。このいびつな形の赤血球は、通常の赤血球に比べて硬く、毛細血管を詰まらせてしまうことが、毛細血管の詰まりはしばしば体の至るところに痛みをもたらし、コルシャウンダさんのように足の腫れや歩行困難などの症状を引き起こす場合も。また赤血球の寿命は通常120日程度ですが、釜状赤血球症の人の赤血球は20日と非常に短いため、慢性的な貧血状態に陥ります。毛細血管の詰まりによる節々の痛みと、貧血で脳や筋肉への酸素供給が十分でない状態。コルシャウンダさんを襲ったそれらの症状は歩き方だけでなく話し方にも影響を与えたのです。少年らは学校でケイレブ君をからかう他にも、下校中に親子を見かけた際に家までついてくる、買い物中店舗の中をずっとついてくるなどの行動を繰り返しました。彼らは親子に嘲笑の言葉をかけながら、とにかくしつこく後を追ってくるのです。それだけでも十分不気味ですが、母親のコルシャウンダさんが最もゾッとしたのは、グループのうちの一人が近づいてきてバッグの中身を見せてきた際のこと。なんでそんなもの持ってるの？思わず体をこわばらせ声を張り上げたコルシャウンダさん。なんと少年はバッグの中に銃を隠し持っていました。その少年はまるでいつでもお前らを殺せるとでも言うかのように銃を見せつけてきたのです。当然コルシャウンダさんもずっと黙っていたわけではなく、子供たちにちょっかいを出されるようになってから2年間何度も学校へ相談に訪れていました。しかし彼女が訪ねてくると、教師は決まって会議中で対応できないなどと言い、はぐらかしてしまいます。極めつけは、コルシャウンダさんが来たと分かると子供たちに次のように話していたとも。おいお前ら、またあの母親が来たぞ。早く隠れろよ。なんでさ、教師がいじめっ子をかばうようなこと言ってんのよ。こんなんだから子供がさ、大人をいじめるような暴力子供に育っちゃうわけじゃないの？この地域ではね、教師はもちろんなんですけど、子供を育てる環境っていうのも含めて、本当にね、適さない環境なんです。見放された子供たち。コルシャウンダさんが暮らしているサウスデアリング地区は、公的支援が十分に行き届いていない、いわゆる貧困層の多い地域。シカゴの中でも犯罪発生率が特に高く、2025年1月から10月までで銃撃や強盗などの事件が1700件以上も発生しています。子供たちは片親であることなど経済的な理由でその地区に住んでいたり、ひどい場合は親が刑務所に収監されていたりしており、ほとんどほったらかしの状態。暴力がはびこる地域の風潮と、叱ってくれる人のいないその環境が子供たちの素行の悪さの原因となっていたのです。またコルシャウンダさんたちへのいじめが2年間も放置されていたことからもわかるように、学校も子供たちを律する場として機能していませんでした。サウスデアリング地区では教育現場にリソースが割かれておらず、放課後のクラブ活動が資金不足により全て廃止となっています。また本来なら通学路を見守る大人のパトロール隊を配置しなければならないのですが、そうした子供の安全の確保もされていません。これらの事情には
この地区が黒人やメキシコ系の住民で構成されており、行政から見放されてしまっているという人種差別的な側面が関係しているといいます。いやちょっとこれはもうさ、行政がどうにか制御しないとさ、このまんまだと子供がまともに育たなくなる環境じゃない。まあ、ほとんど無法地帯みたいなもんですよね。こうして誰にも止められることなく暴走していった子供たち。コルシャウンダさんたちに危害を加える前にも一つ大きな事件を起こしているんです。コルシャウンダさんとケイレブ君に目をつけていたのは7歳から13歳までの約20人の集団。2025年の夏、彼らはコルシャウンダさんの親子とはまた別にこの地区で暮らす21歳の青年を追いかけ回していました。青年は自閉症を抱えており、コルシャウンダさんと同じく人と少し振る舞いが違ったために目をつけられたのです。この時、青年は少年らに暴行を加えられ30分間意識不明の状態に。また彼らは青年の家の窓ガラスを叩き割ったりドアを蹴破ったりしたほか、青年の妹にまで暴力を振るったとも。しかし少年たちはこれだけの事件を起こしておきながら、この時も誰に罰せられることもありませんでした。そして同年の11月17日、ついにコルシャウンダさんと息子のケイレブ君に暴力の矛先が向けられてしまうのです。いつものように親子をつけ回し、ケイレブ君に嘲笑の声を浴びせていた少年たち。母親のコルシャウンダさんが彼を守るために割って入ろうとしたタイミングで、少年たちは親子を取り囲み、近くにあったフェンスまで追い詰めました。そしてクソ野郎をボコボコにしろ！一人の少年がそう叫ぶと、その場にいた子供たちが寄ってたかって親子を暴行。芝生の上に引き倒され、殴る蹴るの暴行を受けるコルシャウンダさん。すぐ近くでは息子のケイレブ君がコンクリートに頭を打ちつけられていました。ママ助けて！ケイレブ君はそう言って泣き叫びますが、コルシャウンダさんは釜状赤血球症の症状もあって体の自由が利かず、起き上がることもままなりません。少し離れた場所で泣きながら見ていた6歳の妹もまた集団の一人に髪の毛を引っ張られたといいます。こうしてなすすべなく暴行を受け続けたコルシャウンダさんとケイレブ君は深刻な状態で近隣の病院へ搬送されるのです。これは衝撃すぎて、映像がもう恐ろしすぎてさ、目を背けたくなるような映像じゃない。なんか生活環境がさ、変わるだけでね、子供たちがここまで凶暴化、そして暴力行為が正当化っていうかさ、それが当たり前になるっていうのが本当に恐ろしいですよね。まあなのでこの事件がね、この親子に残したトラウマっていうのは計り知れないんです。絶対に許さない。少年たちから暴行を受けたその日、病院へ搬送されたコルシャウンダさんとケイレブ君は翌日には退院。しかしコルシャウンダさんはその日以来夜もまともに眠れなくなってしまいました。目を閉じると浮かんでくるのは息子のケイレブ君が助けてと叫んでいるあの時の姿。そして当のケイレブ君も、ママどこにいるの？事件以来そうやって夜中に飛び起きては声を張り上げ母親を探すようになったといいます。事件から2日後の11月19日にはコルシャウンダさんとその恋人がマスコミのインタビューに答え、自分たちがどれだけの苦痛を味わっているかを訴えました。学校、親、そして騒動を起こした子供たちの全員に責任を取ってもらいたいです。コルシャウンダさんに代わって強くそう話した恋人のデボン・リーさん。コルシャウンダさんも子供たちの保護者を刑事告訴すると主張。また息子のケイレブ君とその妹を転校させセラピーを受けさせる予定だとも話しました。地域住民は親子のためにデモを起こし、また著名人からは親子の引っ越しのための寄付が寄せられました。少年たちが犯行時に撮影していた動画が SNS で拡散されたこともあって、事件後このようにシカゴ全体で市民の怒りに満ちた声が溢れたのです。いやそりゃあさ、地元の小学校のさ生徒たちのあんな姿を見たら、親は何やってんだ、先生は何やってんだ、地域は何やってんだってなるわよそりゃ。いやこの流れでね、少しでも地域の体制ってのが変わっていけばいいんだけどさ、まあここまで大ごとになったらさすがにね、行政も動かざるを得ないと思います。ただ問題はですね、加害者やその親っていうのがこの事件をどこまで重く捉えているかっていうことなんです。世間からの非難を受け、加害者の中には SNS 上で謝罪の意思を示す子もいました。 Okay, so this is an update, y'all. I want y'all to meet Kamira. She is one of the children that was a part of the fight at OT Bright School on yesterday. We're just coming live so she can say her piece and take accountability. I won't say too much. And please, anyone that decides to say anything, keep it respectful. This is the child.
Kamara Grant andカマイラというその少女は少し発言に時間がかかりましたが、この後謝罪の言葉を述べました。同時に彼女は自分はその場の空気に流され、ただ少年たちに従ってしまっただけだとも。一方で事件後に SNS 投稿を行った保護者はカマイラの母親以外にももう一人いたのですが、この人物の発言が物議を醸したのです。私たちが謝罪すべきは被害者とその子供たちに対してだけです。野じ馬は黙っててほしい。だいたい子供なんだからこういうこともあるわよ。あんたらだって子供の頃は人を殴ったりしたでしょ。 SNS 投稿をした母親にはいずれも謝罪と言いながら、娘は仲間に従っただけ、子供がやったことだから多めに見てほしいと言い訳の姿勢が目立ちました。コルシャウンダさんのような大人を舐めてかかり暴力を振るったことには、こうした保護者のスタンスも影響しているのではと指摘されているのです。被害者の親子はさ、病院送りにされるようにまでさ、暴力振るわれてんのよ。なのに子供のやったことだから多めに見ては通用しないんじゃない？さすがに。これもさ、その治安の悪い地域だから、なんかみんなの感覚が麻痺しちゃってるってことなわけ？まあそうかもしれないですよね。まあ子供がやったことだからっていうね、言い訳だとしても、まあそれは喧嘩までだったらね、許されるとは思うんですけどね。まあでも今回のは一方的ないじめなんで、許されるわけがないんです。事件後、シカゴ警察は少年たちの取り調べを進めており、加害者のうちの一人の10歳の少年が暴行容疑で逮捕されました。ただ少年が裁判にかけられることはなく、今後は被害者と加害者、地域住民が対話して解決法を模索する修復的司法の方向で構成が画策されているといいます。サウスデアリング地区にはこれまで通学路のパトロール隊がいませんでしたが、事件後は学校付近に子どもたちを見守る人員を配置、州の上院議員も地域システムの失敗が事件を引き起こしたことを認識しており、この地区への行政の関わり方も変わりつつあるのです。とはいえ、地域に根付いた風潮を変えるのは簡単なことではなく、今後根気を持った取り組みが必要となるでしょう。治安の悪い地域には住まないこと、近づかないことが一番の防衛策ですが、経済的な問題などからそうした場所での生活を余儀なくされる人もいます。もしあなたが暴力が当たり前の地域で暮らすことになったとしたら、自分や子供のことをどのようにして守りますか？もしあなたの愛する人がひどい目に遭っていると知ったら、あなたは声を上げられますか？2025年9月10日、中国北京市内、深夜の高級住宅街で男性の悲鳴が響き渡りました。何事かと窓を開ける近隣住民もいましたが、外は暗く何も見えません。誰もが男の鬼気迫る悲鳴に恐怖を覚え、この時現場を確かめに行く勇気のある者はいませんでした。しかし翌朝午前6時頃、近隣住民が犬の散歩中、路上でうつ伏せに倒れる一人の男性の遺体を発見します。住民の通報により警察が駆けつけますが、男性はすでに亡くなっていました。この男性の死はその後、中国国内のみならず複数の国で大きな騒ぎになります。なぜなら亡くなった男性の正体は中国で大人気のイケメン俳優だったのです。順風満帆にキャリアを積んできた俳優の転落死。深夜の住宅街に響き渡った悲鳴の真実とは。あまりにも不審なこの死亡事故、最終的には中国政府による規制まで受けることに。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。